今、日本のキャラクター界で知らない人はいない存在となった作品があります。SNS から火がつき、テレビアニメ化、グッズ化、イベント、企業コラボ、カフェ展開、パーク開設など、その勢いは今も止まることを知りません。その名は、ちいかわ。かわいい。しかし、どこか怖い。笑っていたはずなのに、気づけば胸がざわつく。そんな唯一無二の世界観を持つちいかわがついに映画化されることが決定しました。イラストレーター長野氏による漫画ちいかわ。正式名称はちいかわ。なんか小さくてかわいいやつ。ちいかわは2017年にツイッターで連載が始まり、2020年から専用アカウントでの投稿が本格化してから SNS でじわじわ人気を集め、約2年から4年ほどで社会現象となる大人気キャラクターに成長しました。2022年にはアニメ化され、可愛らしい見た目と人生の不条理さや労働を描く深いストーリーが共感を呼び、幅広い世代に浸透、国民的キャラクターの地位を確立しています。一見すると小さくて丸くて可愛いキャラクターたち。しかし物語を読み進めると、労働、不条理、理不尽格差、突然訪れる喪失といった現代社会をギュッとしたようなテーマが静かに、しかし確実に描かれていきます。この可愛いと残酷が共存する世界観こそ、ちいかわが多くの人の心を掴んで離さない理由です。そして今回、そんなちいかわが初の映画化。作品タイトルは映画ちいかわ人魚の島の秘密。原作の中でも特に異色でファンの間で語り草となってきた。通称青蓮編が映画化されます。この青蓮編、可愛さ、不気味さ、救いと絶望がこれまで以上に色濃く描かれた長編エピソードです。シリーズ屈指の人気エピソードでありながら、これまでのエピソード以上に闇が垣間見えるストーリーが展開されます。SNS 上では映画化へ喜びの声が上がる一方で、見るときは覚悟して。絵は可愛いんだけど、話の内容が相変わらず重かった。メンタルを相当強く持っていかないと、映画終了後に虚脱感でしばらく戻ってこられなさそう。お子様と見に行くつもりの親御さんは、必ず原作を読んでください、と注意喚起の声も上がっています。そして今回の映画化は、長野氏が完全監修。これは単なるアニメ映画ではありません。映画だからわかりやすく。映画だから泣かせに行く。そうした安易な演出を避け、原作の世界観やキャラクターの描写が忠実に再現され、ファンが期待するちいかわらしい物語が展開されることを意味します。映画化が発表されると、すぐにファンの間で話題となったのが、主題歌は誰が担当するのか。ちいかわという作品において、主題歌は極めて重要です。ちいかわの魅力は、物語が終わった後にどう受け取るかを見る側に委ねている点にあります。だからこそ、主題歌が前に出過ぎてしまうと、作品の味である余白が失われてしまうという見方もあります。そんな中、ネット上で今、ひときわ盛り上がりを見せている名前があります。それが、米津玄師。SNS では、世界観的に愛すぎる不穏さと優しさのバランスが完璧、説明しない歌詞が書ける人といった声が相次いでいます。米津玄師といえば、曖昧さを残す歌詞、不安と救いを同時に描く世界観、国内外での高い評価。ちいかわの可愛いのに怖い、優しいのに残酷。という二面性と確かに重なる部分があります。
また、米津玄師は以前から X でちいかわに関する投稿をしており、映画化発表後にこれが再注目されました。映画で描かれる青蓮編連載中にもメッセージを残しており、原作への理解が深いことが伺えます。チェンソーマンやメダリストなど愛着のある人気作品の主題歌を担当し、いずれも世界観にマッチしていると大絶賛されています。作品への深い理解とリスペクトに基づいた楽曲制作能力が高く評価されているのです。映画で描かれる青蓮編は原作でも特にシリアスで重厚なテーマを扱っており、米津さんの持つ独特の感性や表現力と融合することで名曲が生まれると期待されています。これらの理由からファンやメディアの間で米津玄師さんが主題歌を担当するのではないかという期待と憶測が広がり、大きな話題となっています。米津玄師説が支持される理由の一つは、作品の世界観や余韻を壊さず、静かに支える主題歌が期待されている点にあります。その一方で、慎重な声も聞かれます。米津玄師ほど存在感のあるアーティストの場合、楽曲が作品の解釈を強く方向づけてしまい、米津玄師の色が前に出すぎるのではないか。映画そのものより主題歌が語られてしまうのではないかという懸念もあるのです。つまり、作品を引っ張る力が非常に強い点が評価と同時に議論を呼んでいます。ちいかわは余白の作品。主題歌が前に出すぎると、その余白を埋めてしまうという懸念も指摘されています。ここで注目されているのが、今回の映画が国内向け作品にとどまらず、海外上映を前提としている点です。映画ちいかわ人魚の島の秘密については、海外公開が予定されており、フィリピンでは日本公開後すぐの公開が見込まれると報じられています。ちいかわの人気は東アジアで急拡大しており、韓国、中国、台湾などでは特に若者世代を中心に熱狂的な支持を集めています。限定グッズを手に入れるために徹夜するファンがいるほどです。単なる可愛いキャラクターとしてではなく、不条理な世界観やメッセージ性が評価されている点も海外人気の特徴だと言われています。海外展開を視野に入れた場合、主題歌には作品の空気を守る役割だけでなく、国境を越えて作品を認知させ、話題として広げる役割も求められます。その観点から浮上しているのが、アジア圏で高い影響力を持つルセラフィム、そして楽曲提供にミセス、グリーンアップルが関わるのでは、という見方です。ここで見えてくるのは、主題歌をめぐる2つの方向性です。一つは、米津玄師説に代表されるような、作品の世界観や余韻を最優先にする作品内の正解。もう一つは、ルセラフィム起用説に代表される、海外展開を含めた話題化、拡散を視野に入れる作品外の正解。つまり、映画の空気を守る主題歌か、世界に届かせる主題歌か、今、その2択が注目されているという構図です。ルセラフィムは、グループ名のアナグラム、I'm Fearless 恐れを知らないを基軸に、恐れを知らず挑戦し続ける困難に直面するほど強くなるという力強いメッセージを掲げてきたグループです。そして、ちいかわも労働や理不尽な困難に直面し、それでも仲間と支え合いながら小さな幸せを見つける理不尽な世界を生き続ける物語です。表現は違えど、両者に共通するのは弱さを否定しないという価値観です。歌うのはルセラフィムだが、楽曲を手掛けるのはミセス。ミセスグリーンアップルは近年、
映画やアニメ、CM といった映像作品において物語の感情を前に押し出しすぎない楽曲を数多く手掛けてきました。一聴すると明るく親しみやすいメロディーでありながら、歌詞にはどこか不安定さが残り、救いをはっきりと言い切らない。その構造が見る側に解釈の余地を残します。この結論を決めつけないという姿勢は、ちいかわの世界観と非常に近いものだと指摘されています。ちいかわは物語の中で感情の正解を提示せず、見る人それぞれの受け取り方に委ねる作品です。その空気感を壊さずに音楽として寄り添える存在として、ミセスの名前が挙がるのは自然な流れとも言えます。さらに、海外展開を視野に入れた作品では、歌うアーティストと楽曲を制作する側を分ける手法が珍しくありません。グローバルな発信力を持つアーティストが歌唱を担い、日本語の繊細なニュアンスに強い作家が楽曲を設計する。この役割分担は国境を越えて作品を届ける上で合理的な選択とされています。その意味でも、ルセラフィムが歌い、ミセスが曲を手掛けるという構図は戦略として成立しうる組み合わせです。もしこのタッグが実現すれば、日本で国民的な支持を集めるバンドと、世界的に活躍する K-POP グループ、そして日本初のキャラクター映画が一つのプロジェクトとして交差することになります。音楽と映像が同時に拡散する構図は、特にアジア圏において大きな波及効果を生む可能性があります。歌唱を担うアーティストとしてルセラフィムの名前が浮上する理由は、グローバルな人気だけではありません。最近、ルセラフィムは楽曲やプロジェクトを通じて、サンリオとのコラボレーションを行い、キャラクターの持つ元気なイメージや落ち着いたイメージと、実際のメンバーの性格や雰囲気との類似性が話題になりました。日本を代表するキャラクター IP との協業を音楽とビジュアルの両面で成立させた実績は、キャラクター作品との相性の良さを示す一例と言えます。とりわけ、宮脇さくらは以前からマイメロディーやクロミの熱心なファンとして知られています。ファンの間では、宮脇をはじめとするメンバーがマイメロディーやクロミとのコラボグッズを日常的に身につけている姿や、サンリオキャラクター大賞を応援する様子が話題になってきました。さらに、サンリオのキャラクターグッズの開封動画を撮影・編集して公開するなど、宮脇自身がサンリオファンであることを公言しており、その熱意がファンにも伝わり、コラボレーションに対する期待と親近感を高めました。こうした動きは、単なる一時的なコラボというよりも、メンバー自身がキャラクター文化に親しんできた延長線上にあるものとして受け止められています。宮脇のキャラクター文化との距離の近さは、サンリオに限った話ではありません。宮脇は過去にちいかわランドを訪れ、関連グッズを大量に購入していたことが知られています。公式な仕事とは切り離された行動であったからこそ、本当に作品が好きだからこそ関わってほしいという声がファンの間で広がりました。タイアップにおいて、アーティストと作品の距離感は非常に重要です。単に起用される存在ではなく、作品文化を理解し、日常的に親しんでいる人物が前に立つことで、プロジェクト全体への納得感は大きく高まります。その意味でも、宮脇さくらとちいかわの距離の近さ、そしてルセラフィムがこれまでキャラクター IP と自然に関係性を築いてきた点は、主題歌起用説を補強する要素として注目されています。大注目の主題歌は、一体どんなアーティストが担当するのか。ちいかわファンだけでなく、多くの音楽ファンをうならせる名曲が生まれる可能性は十分にあります。今後の映画情報の続報から目が離せません。